ホワルーからほんとバイクで10分かかんなかったですね。7、8分チャーンに来ました。こっちはもうすごい完全な観光地ですね。ここがチャーンの世界遺産の中心地でして、ここからクルーズするのがすごい一般的だそうです。いわゆる川下りみたいなそういう遊び方する感じですね。チケットを買わなきゃいけないんですけど、あっちに結構レストランとかお土産どころとかがしっかりいっぱいあるし、結構新しい建物ですね。そうそう、チャーアンのこの、世界遺産ってなんかベトナムの世界遺産の中で一番新しい世界遺産だそうです。2010年くらい、だから結構ここら辺の施設も新しいんでしょうね。じゃあちょっとチケット買って中入ります。ボート乗り場ですね。なんかルートが3つあるんですけど、僕はルートナンバー1にしました。はいはい。ここから乗っていくみたいです。ディスティネーション1。この通りルートが3つありまして、どれにしても3時間のクルーズだそうです。結構長いクルーズやってくれるんですね。僕は分かんないんでこのナンバー1にしちゃいました。3時間ってなると、もう今夕方って昼3時なんで、6時ぐらいまでやってくれることになると暗くて見えなくなっちゃうんじゃないかと思うんですけど、実際どうなんでしょうか。でもバイクでここ来るまでの風景だけで僕はもう割と満足してしまったぐらい、すごい壮観な光景ではあります。ここは綺麗なんですね。めちゃくちゃ鯉がいます。さすがに陸の競輪と呼ばれるだけあってめちゃくちゃ綺麗です。そしてここにでっかい鯉のオブジェがあるんですけれども、なんかお寺が3つぐらいあって、そこに泊まるって言われました。3時間もあるクルーズなんで結構いろんなところ泊まりますね。長安って書いてありますね。中は撮影禁止になってるんで一旦閉じます。Ok, thank you, thank you. Okay. Thank you. Cảm ơn. Việt Nam thank you là cảm ơn. Cảm ơn.
2つ目の寺があると聞いたんで降ろされたんですけど、一体寺はどこにあるんでしょうか。全然ないです。それにしてもここすごい神秘的な感じがしますね。なんか本当にアンバランス、綺麗な川が、てかでっかい湖ですかの中にこのカルスト大地の険しい山々が立ち並んでてですね、こっちじゃなかった。でもなんか自然が豊かというか、なんか木々が多いんですよね。で、魚も多いし、で、そんな険しい中の、なんか、カルストの山の上の方とかに、なんかお寺が建ってたりするんですよね。この光景ももうジャングルそのものですよね。こんな中に寺とかがいっぱいあったりして、すごい面白い風景です。この上に寺があるそうですね。結構険しいな。本当にこれ。あ、こういう、これ寺か、でも。はい。This temple? I don't know. I don't think so. In the temple, I don't know. Yeah. It's written somewhere. We should go over there or Yeah, Go back? I've seen nothing is there. Just to sit there only. oh, I see. But I think this is not temple. Just a rest place ですね。Yeah, I think so. It's a viewpoint. Yeah. Okay. あ、山を越えた向こうに寺がありました。トランプテンポロ。968年にキングディンがあ、でもまあ大ベトを建てた人、王朝の人がまあ作った、そんな感じでしょう。これも世界遺産の一部のはずです。968年だから、これがまだ帝朝とか、そういう霊朝とかそういう時代のものですね。すごい、完全に崖のそばに建てられたお寺ですね。太平って書いてある。こんなところによく寺を建てるという選択をしましたね。まあホワイルが近いからでしょうけど、暑いです。バイクで来るからこんな厚着してきたんですけど、やめた方が良かったですね。ちょっと脱ごう。このトランテンプルいいんですけど、まさかこの山をもう一回登んなきゃいけないそうです。これ以外に帰る道はないと。疲れましたね、これは。
कैमरा तक का डालो ना हम मेरा तो एक ही मर गया है क्या पता जो फोटो है वो भी ना खुले पे और मेरे में तो बहुत ज़्यादा है ट्रिप की मील दौड़े लग जाएगी जो है यही है खतरा गया3つ目のお寺に来ました。コンテンプルって書いてありましたね。ここはなんかちょっと整備がされてますね。他のところよりも整備がされてる感じです。あ、お寺さんっていうかお坊さんが常にいるんですね。あれ、ボートがあっち行っちゃう。あそこで降りたんですけど、あっち側で待っててくれるんだ。10世紀に作られたと。なるほど。そしてまた登るんですね。ここはこのチャーアンのここら辺は平地がほとんどなくてずっと山ばっかりだからお寺に適してますよね。山形の山寺みたいにやっぱり寺ってのは高いところにあると価値があるのかもしれません。それにしても素晴らしい自然ですね。これ夏に訪れるとまたちょっと全然違うのかもしれないですけど、今1月ですから涼しいぐらいなんですよね。気温は20度を少し切るぐらいの気温なので歩き回るには大変ちょうどがいいです。ただこれが寒気の暑い時期で30度とかになった時に来るとまたちょっと得られる印象が違うでしょうね。ちなみにさっき映画のドクロ島って呼ぶのかドクロ島って呼ぶのか分かんないですけど、キングコングの映画僕見たことあるんですけど、そこの舞台になっているというかそれのシーンで使われた場所をちょっと先ほど通りかかりました。結構果てしない密林の中でキングコングが戦う映画なんですよね。よくわからないもう未知の怪物と戦う映画なんですけど、確かに怪物が出てきてもおかしくなさそうな、雰囲気ではありますね。ここにもちゃんと8体のお寺お坊さんなんだ何かがありますね。何を祀ってるんだろう。蓬莱宮。この内部は写真室で禁止って書いてありますね。立派だな。これは立派ですね。ここは立派。ちょっと中入ります。これ何の文字なんでしょうね。全く読めないな。漢字じゃないし。あれでももしかしてベトナム語なんですかね。ディントレジェ。いやでも全然わかんないですね。アルファベットに見えなくもないですけど珍しいですね。こういう額縁アルファベットって書くっていうのは。景観の中でお寺は3つほど回ることになっているのでこれでメジャーなお寺は回ったんだろうなと思います。あと洞窟いくつか回ってクルーズは終わりかなと。3時間クルーズですからね。でもあと1時間ぐらいあるんだな。いや結構見どころがたくさんですよ。チャーンのボート終わりました。3時間
楽しみまして、今5時50分ぐらいです。急に暗くなってきちゃって、30分前まではまだ明るかったんですけどね、急に暗くなってきちゃいました。なんかランタンとかで飾り付けしてあって綺麗ですけど、やっぱり自然遺産なんで、この辺りはもうここの一部の領域を除いたらもう真っ暗って感じですね。だからかもしれないですけど、僕たちぐらい、僕たちのちょっと後ぐらいまででもう終わりっていう感じになってます。というわけで今5時50分、ほとんど6時ですけど、ここからまた2時間ちょっとかけて、ハノイまで戻ります。なんかさっき一緒になってインド人とかにも聞いたりしたんですけど、ハノイから日帰りも考えたけど、やっぱ時間がかかるからここに泊まることにしたって言ってまして、ホテル取ったそうです。確かに朝早くから来れば日帰り全然問題ないんですけどね、泊まっちゃった方が楽だなっていうのは確かにあるかもしんないなと思いつつ、チャーアンの世界遺産にはお別れを告げてハノイまで戻ります。ほとんど90何キロもう北上するだけですね。それでハノイに着きますんで、怪我をしないように、事故を起こさないように帰ります。いやー、ハノイで満タンにしてきたんですけど、往復だとダメですね。今ガスステーションに来て追加しました。いやー、ハノイっていうかベトナムのちょっと田舎道、夜走るの結構怖いですね。今ここはまだちょっと明るいエリアなんですけれども、でもこれ夜6時半なんですよ。まだてか6時半まだなってないぐらいなんですよ。日本だとやっぱ幹線道路って田舎行ってもある程度明るいから、ちょっと暗くすぎてですね、僕怖いなと思って。しかもなんか道路がデコボコしてるから足を取られそうで、ちょっと戦々恐々しながら今運転してます。まだあと2時間近くかかるんで、ゆっくり、ゆっくりはしたくないですけど、ハノイまで帰ります。いやー、やられました。すごいですね。こんなこと本当あるんだなと思っちゃいましたけど、いわゆる幹線道路走ってたら警察に止められまして、お前速度超過しているぞって言われたんですよ。いや、速度超過は全然してなかったんですけど、速度超過してるぞって言われて止められて、免許証を見せろとか車検証を見せろとかいろいろ言われて、国際運転免許証とか見せたりとか、車検とかレンタバイクなんてありませんって話をしたんですけど、しかも英語が当然ながら通じないし、ベトナム語は僕もできないんで、最終的にはスマホの自動翻訳機で翻訳っていうか、こうやって見せながら話したんですけど、最終的には50万ドン渡せって話になりました。要は賄賂ですよね。賄賂渡せと。でたまたま50万ドンがなくて60万ドンなら渡せたんで、20万ドン紙幣3枚あったんで、それを渡したらスッとカバンの中に入れましてですね60万ドンって今だと3500円、4000円しないぐらいだと思うんですけど、3000何百円、こっちの方にとって1万円とか、日本の物価考えるとそんぐらいするかもしれないですね。いやー、やられたわ。さすがにちょっと社会主義国の警察の方々なのでごねる気にはなれなかったです。ちょっとここでごねて、じゃあお前刑務所だみたいなこと言われたら大変なことになっちゃうんで。いやー、でもびっくりした。あるんですね、こんなこと本当に。3、4000円なくしたところで
しょうがないですけど、まあハノイまであと40キロぐらい、ハノイまで42キロか。びっくりした、こんなことあるんだ。ちょっと残念です。まあ気をつけてハノイ帰ります。ハノイ駅の目の前にあるモーター、バイク屋さんに今バイクを返してきました。いやー、結局警察に捕まったりしたから帰ってくるの2時間半近くかかりましたね。結構時間かかりました。まあでもチャーハンの、世界遺産見ることができてよかったです。行くのにもやっぱ2時間15分ぐらいかかって、向こうでもポアルを30分以上見て、チャーハンのクルーズも3時間やって、それで2時間半かけて帰ってきたんで、はっきり言ってめちゃくちゃ今日はフルフルで充実してました。明日はですね、もう、帰るんですけれども、その前に、ベトナムで一番有名な世界遺産のハロン湾を見てから帰りたいと思ってます。というわけでベトナム縦断の12日目はこれで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。